んの数十時間で人生が大きく変わることがある。そしてそうなった場合、その数十時間を焼け焦げた時計から回収される部品のように光背の中から救い出し、丹念に調べねばならない。これはアルンダティ・ロイの小さき者たちの神の世界です。インドを舞台に物語は双子の慶米ラヘルとエスタを中心に展開します。彼らは運命を変えた数十時間の後、23年間も生き別れていました。その間にいとこが溺死し、母親の道ならぬ恋が明らかになり、母親の恋人は殺されるのです。物語は双子の再会する時点を起点としながらも、ほとんどが過去の話で、二人が生き別れるきっかけとなった悲劇的な出来事の数々を再構築していきます。豊かな言語表現と巧みな語りの技法によって、ロイは本作で名誉あるブッカー賞を受賞しました。この小説でロイは生まれ故郷インドの文化、社会的慣習や植民地支配の歴史を問いただします。焦点の一つはカースト制です。生まれ持った社会的階級で人々を分類する制度で何千年もの歴史があります。20世紀半ばまでには特定の職業と結びつけられていた4つのカーストが3000もの細かいサブカーストに分けられました。カースト制は1950年に憲法上は廃止されたものの、インドの社会生活を形作り続け、低いカーストの人々を日常的に除外してきました。小説ではラヘルとエスタはベルータと親しくしています。彼は家族経営のピクルス工場で働く不可植民とされるカーストの出身者です。ベルータが双子の母親のアムーと恋愛関係になると、2人はロイが言うところの愛の掟を犯してしまいます。異なるカーストの間では愛情関係は禁じられているのです。ロイは悲劇的な結果を招くこととなる彼らの関係が日常の事物の中に永遠に宿るだろうと言います。コート掛けや道路のタール、言葉を失う瞬間などです。ロイの文章は常にこうした日常の事物を描き、ひどく悲劇的な瞬間にさえも豊かなディテールを与えています。イギリス人とのハーフで溺死したいとこのソフィーの葬式から物語は幕を開けます。家族が喪に服す中、暑い教会で百合の花は乾燥で丸まります。コウモリの子供は喪服のサリーをよじ登り、屋根から滴る雨粒のように涙が頬をこぼれ落ちます。この小説は過去を語ることにより、馴染めない世界で何とか生きようともがく人物や、インドという国の政治的混乱を描きます。アムーは離婚したせいで隣人に蔑まれたことで小さな町にある実家に囚われているように感じ、愛する我が子に当たり散らしたい気持ちに駆られて苦悩します。一方ベルータはアムーとの関係と双子との友情だけでなく、この家庭との雇用関係やガンディーの緑の革命に対抗する共産勢力への参加とも対立していました。1960年代に緑の革命はその名にそぐわないことに化学肥料や殺虫剤を導入したり、インドの河川にダムを建設しました。これらの政策によって収穫は増え、飢餓は防げたものの、低いカーストの人々が移住させられたり、環境汚染被害を広める結果となりました。大人になってから双子が故郷に戻ると、緑の革命の爪痕がそこら中に見られます。子供の頃に魚がたくさんいた川は骸骨の恐ろしい笑顔で双子を迎えます。歯のあったところは穴に、手は病床からよろよろと上げられていました。ロイは人間の経験の深みを探りつつも、登場人物が暮らす時代や場所にいかに影響されたかを見失いません。小さき者たちの神の世界では、様々な絶望が首位を競い合うが、個人の絶望は十分に絶望的たりえない。個人の混乱は大きく、暴力的で延々と続く。激しく、馬鹿げて、狂気じみて、実現困難な国家の混乱の路傍に捨て置かれるのだ。学びが好きな人は、ぜひチャンネル登録を。猫の視点で見る世界史から、もっと聞き上手になる方法まで、様々なテーマの新しい動画が毎週公開中。好奇心を糧に、知識の幅を広げましょう。